バーケンです。このチャンネルでは私が新潟県で相続した田舎の土地で起こったさまざまな出来事を紹介しています。今日はゴミを拾いながらこの土地についてお話しします。これは数年前の画像です。画面右の方、コシヒカリ30キロ8600円、その後ろ、庭牛売ります、大和運輸週間の看板、そして大きな金庫が捨ててあります。農地の上に父が違法で建てた車庫、ユニットハウスがあった場所です。先ほど違法と言いましたが、農地に車庫を作るのは違法です。ユニットハウスに関しては移動できるので違法ではないです。相続したての頃、車庫は50万円ほどのお金を出して解体。ユニットハウスは逆に数十万円のお金をもらい、移動してもらいました。他にも単管パイプもあったり、ゴミがあったり、木柱があったり、庭石があったりした土地でした。ゴミがかなり少なくなりました。残りのゴミをこれから軽ダンプに積んで実家に移動します。この土地に残っているものは、謎の小山、看板の基礎部分、それとユニットハウスの土台の部分、トイレの底などです。これらを除去して終わりかというと、実は全然違うんです。ここはもともともっと低い土地でしたが、父が土を持ってきて土地が高くなっています。父がここに置いた土砂を捨て、きれいな土と入れ替え、畑として耕作できる土になって初めてこの土地の整備が終わります。要するに今ある土を上の方を60センチ取ってどこかに捨てて、新しい土を30センチ持ってきてこの土地に置く。これをしないとならないのです。これをするとこの土地が高く売れるかというと、そうではなくて、ただなら仕方なくもらってくれる人がいるという、すごく地獄のような状況です。この話は人気がないのですが、この土地は青地と言われる場所です。青地とは農業をするのにとてもいい土地のことです。青地は農業をする人にとって大切なので、他のことに使ってはいけません。青地をもらった人は自分で農業をするか、農業をする人に貸すか、農業をする人にあげるかのどれかをしなければなりません。青地に土やゴミを置いておくと土地が悪くなってしまうし、法律にも反するのできれいに片付けなければなりません。でもきれいにするのは大変で、お金もたくさんかかります。私が死んだら相続放棄してもらうしか手がないんじゃないかとは思います。または法律が変わってくれて手放せることにもかすかに期待しています。今はそんな先のことは考えず、ぼちぼち普通の何もない土地くらいに回復させればいいと思っています。 Google マップさんですが、昔の画像もわかるので助かります。このゴミですが、もちろん実家の秘密の倉庫に隠します。今建設中の近くのゴミ焼却場が完成したらそこに運びます。もう少しで終わります。今回はゴミを車に積み込んだだけですが、土地についてもいろいろ話せてよかったです。正直私はとても辛いので、誰かに聞いてもらえ共有できるだけでもありがたいのです。チャンネル登録者数1000人を超えて高速道路代が出るようになると、実はさらに嬉しいとは思っています。